誕生日ブライブをはじめとするそれぞれのソロブライブで、動画の配信者宛てに他のメンバーから電話がかかってくることもあれば、配信者が他のメンバーに電話をかけることもあります。彼らが仲良くおしゃべりする姿は、見ているだけで自然と笑顔になりますね。今回は BTS の電話と題し、メンバーたちが生放送中に電話でどのようなことを話していたのかをご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。BTS が生放送中にメンバーへ電話。ソロブライブ中に他のメンバーから電話がかかってくる、または自分から電話をかけるエピソードはもちろんのこと、音楽授賞式に出席できなかったメンバーと授賞式の生放送中に電話でやり取りしたエピソードもお伝えします。2020ママ生放送中にシュガと電話。2020年12月6日、アジア最大級の音楽授賞式2020ママが韓国で開催されました。BTS は今年の歌手賞の獲得を筆頭に、ダイナマイトで今年の歌賞、マップオブザソウル、セブンで今年のアルバム賞、ファン投票で1位が決定される、ワールドワイドアイコンオブザイヤーといった全部門の大賞を総なめ、同年11月3日に左肩の手術をして療養中のシュガは残念ながら不参加でしたが、メンバーたちはオン、ダイナマイト、ライフ、ゴーズ、オンの3曲を披露しました。ライフ、ゴーズ、オンではボリュメトリックビデオという技術を使い、シュガがステージに登場する演出も、何もかもが止まった真っ白の世界の中、そして活気を取り戻したカラフルな世界の中で、ライフ、ゴーズ、オンを優しく歌う7人の姿は、コロナ禍で弱った心にグッとくるものがあります。シュガの手術に関しては、多くの方がご存知だと思いますが、電話のエピソードの前に、左肩の怪我、手術について簡単にご説明しますね。練習生時代、シュガはバイクに乗って配達をするアルバイトをしていました。ある雨の日、地面が濡れていたため交通事故を起こし、それが原因で肩を脱臼。その後も痛みは続き、2019年には関節心損傷と診断を受けたそうです。活動しながら治療やリハビリを続けてきたものの症状は改善せず、ついには腕が上がらないほどにまで悪化。これから控えている兵役や除隊後に続く歌手活動のことを考えた結果、2020年11月のタイミングで手術を受けることに。手術は無事成功し、リハビリを経て今に至るというわけです。それでは本題に入りましょう。2020年のママの生放送中、電話越しにシュガが登場したのは、BTS が今年のアルバム賞を受賞した時でした。ジミンが、シュガヒョンが手術して回復中なんですが、皆さんがこのように大きな賞をくださったので、少しだけ来てくれましたと言い、手に持っていたスマホに向かって呼ぼせよ。もしもしと話しかけます。すると、笑いながら呼ぼせよ。と返事をするシュガの声が。シュガは生放送で見ています。今年のアルバム賞をくださったアーミーの皆さんに感謝の言葉を伝えたいです。去年に引き続き賞をいただくことができてと話し、受賞した喜びをアーミーへ伝えました。続けて、これは今年一番愛されたアルバムということですよね。僕たちがアメリカで一生懸命準備して持って帰ってきて、本当にたくさんの方が応援してくださって感謝していますし、特にアルバム賞っていうのが、僕も見ていますがとても嬉しいですね、とコメント。自身の体を気遣ってくれるアーミーに対して一緒にステージに立ちたいのですが、頑張ってリハビリしているので皆さんあまり心配しないでくださいねと優しく語りかける場面もありました。周りからママ見てるよと連絡が来ても自分は出演していないから少し照れくさかったそうですが、コメントの最後にシュガは再び感謝の言葉を述べます。その言葉とはこちら。僕も心は一緒にいますので、
皆さんへもう一度ありがとうと言いたいです。アーミーサライヘヨ。シュガの突然の愛しています発言に多くのアーミーが狂気乱舞。ネット上にはユンギのサランヘヨはやばい、甘すぎる、最後のサランヘヨで泣いたなど歓喜のコメントが溢れていました。シュガがここまで僕たち防弾少年団でした。トゥルセと言うとバッチリそれに合わせてありがとうございましたと息の合った挨拶をするメンバーたち。たとえ同じ場所にいなくても7人はしっかりつながっているんだなと感じました。ちなみに生放送中にシュガが電話で出演するアイデアを思いついたのはジミンです。授賞式に参加することができなかったシュガの声を電話越しに聞かせてくれようとする優しさが嬉しいですね。2021年8月7日に公開された2020ママのビハインド映像には、シュガが電話出演した後のメンバーたちの反応が収められていました。ジョングクとジミンは、シュガヒョンの声を聞いて心が温まりました。本当に泣きそうだった。素敵な言葉だったと話し、RM は、まるで映画のラストシーンみたいじゃない?と発言。シュガに対するメンバーたちの思いが胸に響きます。改めて BTS の絆の強さを感じさせるとても感動的な電話エピソードです。ブライブ中のメンバーに電話。ブライブ中のメンバーに電話がかかってくるシーンはいくつもありますが、今回は2022年の J-HOPE の誕生日ブライブをご紹介します。生配信を始めて40分ほど経った頃、ジョングクからビデオ通話がかかってきました。電話をしている間、J-HOPE は終始顔がほころんでいます。満面の笑みから J-HOPE の喜びが伝わってきますね。ジョングクがヒョンの誕生日だからビデオ通話かけたんだけどと話しかけるも、J-HOPE はジョングクの見た目が気になるのか、お前まだお風呂入ってないの?と問いかけます。これから入ろうと思ってとジョングクが答えると、なぜか J-HOPE は大笑い。ジョングクがどのような格好で電話をしているのか気になります。J-HOPE が OKJK。どうしたんだ?電話なんてと聞くと、ジョングクは時間を見たら誕生日だったからと返答。こんなことを言われたら嬉しくてたまらないですよね。万年に対し愛情を込めてサライへと伝える J-HOPE。二人の中のいいやりとりにほっこりします。J-HOPE は電話を切った後もどうしたんだ?ジョングクが祝ってくれた。今すごく不思議でしたと話し、嬉しそうに笑っていました。その笑顔に胸キュンです。ジョングクの次に電話をかけてきたのはテテでした。スピーカーになっていないので、テテの声は聞こえませんが、J-HOPE のにこやかな表情を見るだけで、テテが素敵な言葉を伝えていることが想像できます。J-HOPE はテヒョンありがとう。愛してるよと言い、愛情たっぷりに感謝の気持ちを伝えていました。メンバー同士の仲の良さに心が和みますね。J-HOPE のエピソードのように、誕生日ブライブ中のメンバーに電話がかかってくることもあれば、ブライブ中のメンバーが電話をかけることもあります。2020年のジンの誕生日ブライブでは、ジン自ら他のメンバーへ電話をかけていました。まずはテテに電話を発信。電話がつながると、ブライブを今やってる。やることがないからお前に電話をかけたんだよと、なんとも正直な気持ちを伝えます。テテの声が聞こえないため、話の内容はわかりませんが、ジンは会話の途中でまさかまた期待していいの?本当にお前しかいないな。この感動的な話を今、言ってもいい?ありがとうなどと話していました。二人は何の話をしていたのでしょうか。電話を切った後、ジンはテテによるサプライズメッセージについて話し始めました。誕生日である12月4日を迎えたばかりの深夜、メンバーや友達からお祝いのメッセージが届くかもしれないと思い、
疲れていたけど、午前1時まで起きて待っていたというジン。お母さんやお兄さん、J-HOPE などから連絡は来たようですが、予想していた人数よりも少なくて悲しくなったジンは、寝る前にメンバーたちへ向けて、夜中の1時まで待ってたのに、連絡が誰からも来なかったと伝えたのだとか。テテは、それを受け、パク・ソジュンをはじめとする仲の良い友人たちに、今日ソクジンヒョンの誕生日だから、動画でメッセージを送ってほしいとお願いしたそうです。多くの方からお祝いメッセージを受け取ったジンは、すごく感動したんです。それを企画したテヒョンにすごく感心したし、ありがたいと話します。テテは、さらにいろいろな人に動画をお願いしているようで、先ほどの電話で、僕が動画をもっと集めたから、ヒョンはすごく愛されてますよ。仕事が終わったら送るね、と言っていたそう。ヒョン思いのテテの優しさが心に染みますね。ジンがテテの次に電話をかけた相手は J-HOPE でしたが、残念なことに出ませんでした。気を取り直してジミンに電話をかけると、チョングクと一緒に車で移動中のようです。ジンはチョングクにユーフォリアを短く歌ってくださいとリクエスト。電話越しにチョングクの美声が聞こえてきます。ジミンにはフィルターとセレンディピティを歌ってほしいと要望しますが、あいにく本人には歌ってもらえず、チョングクがジミンの声を真似して代わりに歌っていました。マンネの癖強めのモノマネが面白くて笑えます。ジミンとチョングクとの通話が終わった後はシュガに発信。電話に出たシュガが誕生日おめでとうございますと言うと、ジンは本当にありがとう。他に言いたいことある？と問いかけます。この問いに、シュガはもうすぐ30だから大人になってほしいですとクールに返答。ジンは、おおと言いながら聞き流しているように見えましたが、意外と気にしているのか、電話を切った後に心が痛いですね。僕は大人だけどな、おかしいなぁ、とつぶやいていました。テテへの発信から始まったジンの電話は、出なかったけれど、J-HOPE、ジミン&ジョングク、シュガへと続き、RM でメンバー全員コンプリートです。リーダーにだけ電話をしなかったらすねるかもしれないからね、と言い、RM に電話を発信。電話に出た RM が、素敵な声でアーミーに挨拶するのを聞いたジンは、ハニーボイスですね、と口にします。電話越しに聞こえる声は、撮影中の声とは一味違うかっこよさがありますよね。思わずハニーボイスと発言したジンの気持ちに共感します。ジンは RM と言葉を交わしながらも、先ほどシュガに言われた、もうすぐ30だから大人になってほしいというメッセージがやっぱり引っかかっているようです。そのことを RM に話すと否定してくれるどころか、ヒョン、それは間違いではないですと言い、シュガの意見に完全に同意していました。弟たちにいじられるジンが可愛くてたまりませんね。まとめ。今回は生放送中に電話をするメンバーたちのエピソードをご紹介しました。2020年のままで療養中のため活動を休止していたシュガと電話で話すシーンはグッときましたね。ジミンが思いついたという電話出演のアイデア、本当に最高です。誕生日ブライブなどでメンバー同士が電話で仲良くおしゃべりする様子は何度見ても微笑ましく思います。電話越しに聞こえる彼らの素の声はカメラの前で話す声とはまた違った雰囲気が漂っていて魅力たっぷりです。これからもメンバーたちが生放送中に電話で話すシーンを楽しみにしたいと思います。